トリプルファンタジーリセマラ最強ランキング。今回は上級召喚から輩出される非属性の伝説カードを評価します。評価は上級者になった時にいかに幅広いコンテンツで活躍するかを重視しています。つまり初心者の頃にしか活躍しないカードや極めて限定的な状況でしか活躍しないカードは低く評価しています。評価はおおむねこのような基準に沿っています。このチャンネルではトリプルファンタジーの解説をしているのでチャンネル登録をお願いします。それでは始めます。まずはオヒオコースです。オヒオコースは D ランクになります。オヒオコースは両側のカードを2回攻撃させるカードですが、これがリーダースキルなので扱いにくく、使っている人は少ない印象です。素の攻撃回数が多いベルと組み合わせるのがいいですが、使える場面は限定的です。初心者の頃は強いので D ランクとしました。次はイリーです。イリーは D ランクになります。イリーは全てのカードのクリティカル率を 65% 上げるカードですが、100% ではないため使い勝手が悪いです。他のクリティカル率を上げるカードと組み合わせようとしてもそこまで強いコンボが作れません。また彼は自身のクリティカル率が 100% を超えると3回攻撃します。これを達成するには超越スキル突き刺しを獲得すればいいわけですが、彼をリーダーにする必要があるので用途は狭いです。初心者の頃は活躍するので D ランクとしました。次は曹操です。曹操は D ランクになります。曹操は非属性の騎士を4枚生成しデッキに送るカードです。初心者の頃はデッキが切れる直前に彼を使うことで次のターンに強いコンボを作ることができ、非常に強力なカードです。しかしながら上級者になると火力が足りなくなり使わなくなるため B ランクとしました。次はレオニダスです。レオニダスは A ランクになります。レオニダスは非属性のカードの攻撃力を 70% 上げるカードです。主に魔人の遺跡でフィニッシャーにバフを乗せるのに使います。魔人の遺跡で活躍するということで A ランクとしました。次は孫悟空です。孫悟空は D ランクになります。孫悟空は分身を3枚生成しデッキに送るカードです。初心者の頃はデッキを孫悟空だらけにする戦法が非常に強いです。またデッキが切れる直前に彼を使うことで次のターンに非コンボトリプルを作れます。しかし上級者になると火力が足りなくなり使わなくなるため B ランクとしました。次は鋼鉄狂戦士ジークです。ジークは A ランクになります。ジークは4ターン後に死ぬ代わりにその間無敵になるカードです。さらに4ターン以内に全回復することで死を回避できます。主に魔人の遺跡や全焼基地で延命するのに使われます。またデッキの最大体力をわざと低くすることで実験室などでほぼ不死身になることも可能です。幅広いコンテンツで活躍するカードですが、最近はバフのターン数を短くするギミックの登場により採用率が落ちたように感じます。よって A ランクとしました。次はジョコウです。ジョコウは C ランクになります。ジョコウは鋼鉄カードでは貴重な敵全体に攻撃するカードです。主に PVP で使われます。しかし攻撃後に攻撃力が2分の1になるデバフがあり、やや扱いにくくそこまで採用はされていない印象です。また少し細かい話をすると縦将校より右の敵に攻撃ができないのもマイナスポイントです。これらの理由から C ランクとしました。次はブリジットです。ブリジットは C ランクになります。ブリジットは非コンボ時に全てのカードが2回攻撃します。昔はアンブラやドロレスと組み合わせて使われていましたが、エリザベスの登場によりほぼ介護官になってしまいました。今でも使えないことはないので C ランクとしました。次はティミンキラーです。ティミンキラーは C ランクになります。ティミンキラーは敵を倒すともう1回攻撃するカードです。小型のモンスターが大量にいる場面では彼だけで敵を全滅できます。主に PVP で使われますが、彼をリーダーにする必要があるためそこまで採用率は高くない印象です。よって C ランクとしました。次は光の刃です。光の刃は D ランクになります。光の刃はクリティカルを出すともう一度攻撃するカードです。基本クリティカル率は 100% で攻撃のたびに半減します。何回攻撃するのか読みにくく使い勝手が悪いため使っている人はあまりいない感じがします。初心者の頃は強いので D ランクとしました。次は加工トンです。加工トンは D ランクになります。加工トンは手札の鋼鉄カードの数だけ攻撃するカードです。こちらも攻撃回数が一定ではないため扱いづらく使用率は低い印象です。以前は鉱山で加工トンを6枚コピーし手札を全て加工トンにした状態で攻撃するファンデッキがありましたが、鉱山の階層が増えたことで使えなくなりました。初心者の頃は活躍するので D ランクとしました。次はジュジュソナです。ジュジュソナは A ランクになります。ジュジュソナは左のカードを2枚コピーしてデッキに送るカードです。キーカードを4枚以上コピーし
キーカードのトリプルで攻撃するデッキで必須のカードになります。例えば全焼基地の毒デッキや鉱山のジュリアンデッキが挙げられます。また魔人の遺跡などでキールスを増やし2種類のキーカードをコピーできるようにする動きも強力です。多くのデッキで必須になることが多いため A ランクとしました。次はアンです。アンは E ランクになります。アンは右に配置するとデッキのカードを捨てるカードです。デッキに残っているキーカードを誤って捨ててしまうリスクがあるため非常に使いづらいカードです。上級者はデッキのほとんどがキーカードになることも少なくないので現状活躍できる機会はとても少ないです。一応 ATF デッキと相性がいいですがその ATF デッキがそこまで強くないです。今は E ランクですが単体で極めて強い登場退場効果を持つカードが実装されたら輝くかもしれません。次はシワイです。シワイは A ランクになります。シワイは非属性カードの攻撃力を上げるカードです。主に魔人の遺跡でフィニッシャーにバフを乗せるのに使います。またシワイは他の2枚をデッキに戻す効果もあります。ルーンセットをはためく旗にして枕戦士と組み合わせることで無限に同じコンボを作るファンデッキがあります。魔人の遺跡で活躍するため A ランクとしました。次はタニアです。タニアは C ランクになります。タニアは墓のカードを非属性にするカードです。デッキが切れる直前に使うのが強いですがそれをするにはタニアを保持したままデッキが一周するまで待つ必要がありやや使い勝手が悪いです。非属性のレベル13魔人に対してフィニッシャーを非属性に変える戦法が有効ですが現状フィニッシャーのカードは非属性が多いのでいまいち活躍の場が少ないです。今後非属性以外のフィニッシャーが追加された場合を考え B 寄りの C ランクとしました。次はポルティブスです。ポルティブスは D ランクになります。ポルティブスは敵全体に攻撃するカードですが他の魔法カードと異なりリーダーにする必要があるため今一つです。初心者の頃は強いので D ランクとしました。次はドレークです。ドレークは D ランクになります。ドレークは敵1体に強力なダメージを与えるカードです。またハンドに1ターンとどまると攻撃回数が1回増えます。このカードは巨著やレビア、アンディなどの追加によりほぼ介護官となってしまいました。初心者の頃は全焼基地のボス戦で活躍するので B ランクとしました。次は巨著です。巨著は C ランクになります。巨著はハンドに2ターン間とどまると攻撃力が4倍になるカードです。昔は魔人の遺跡で使われていましたがレビアやアンディの実装によりほぼ介護官になりました。それでも使えないことはないので C ランクとしました。次はジュリアンです。ジュリアンは A ランクになります。ジュリアンはトリックを消費すると最大体力分のダメージを与えるカードです。主に貴属性の全焼基地の周回で使われます。またジュリアンをコピーして大量に攻撃するジュリアンデッキは最も簡単に組める鉱山デッキです。全焼基地や鉱山で強いので A ランクとしました。次はドロレスです。ドロレスは B ランクになります。ドロレスは全体攻撃する爆弾カードを3枚生成するカードです。試練の塔で爆発攻撃にバフが乗るときに使われます。特定の場面で活躍するので B ランクとしました。次は宝徳です。宝徳は B ランクになります。宝徳は敵全体に攻撃しさらに追加攻撃を行うカードです。また打つと組み合わせると敵1体ごとに有利属性で攻撃するため使い勝手もいいです。主に PVP で使われるため B ランクとしました。次はエリザベスです。エリザベスは A ランクになります。エリザベスは全てのカードを2回攻撃させるカードです。パッシブで2回攻撃させるので非常に使い勝手が良くキールスやジュジュソナと組み合わせることが多いです。 PVP をはじめ様々な場面で活躍するため A ランクとしました。次はクレートです。クレートは C ランクになります。クレートは敵の攻撃を無効化するカードです。魔人の遺跡で魔人の攻撃を防御するのに使われることがありますが採用率はそこまで高くありません。決して弱くはないのですがクレートよりも優先されるカードが多いといった印象です。特定の場面で活躍するということで C ランクとしました。次は長江です。長江は D ランクになります。長江は左のカードを3回攻撃させるカードですがこれがリーダースキルなので用途は狭いです。パッシブが強いカードと組み合わせればいいわけですが現状シナジーが高いコンボはないです。初心者の頃は強いため B ランクとしました。次はケンナです。ケンナは A ランクになります。ケンナはシールドの分だけ敵にダメージを与えるカードです。彼を主軸にしたケンナデッキは最強の周回用デッキと言われています。全焼基地で強いため A ランクとしました。次は天意です。天意は C ランクになります。天意はデッキから出るたびに攻撃回数がプラス1されるカードです。ルーンセットをはためく旗にして枕戦士シワイと合わせて無限に攻撃するファンデッキがあります。また
PVP で稀に採用している人がいます。一部の場面で活躍するということで C ランクとしました。次はミカエルです。ミカエルは A ランクになります。ミカエルは復活時に全てのカードの攻撃力を 100% 上げるカードです。魔人の遺跡において必須となります。その他のコンテンツでも採用されることがあります。他の天使カードほどの汎用性はないため A ランクとしました。次はビアサです。ビアサは E ランクになります。ビアサはリーダースキルで回復するポーションカードを3枚生成し、デッキに送ります。このスキルはいつ回復するか読めないため、使い勝手が悪いです。パッシブスキルでは 40% の確率で2倍回復しますが、100% ではないため、今一つパッとしない印象です。そもそも、このゲームは回復が弱く、ダメージを受ける前に敵を倒した方が強いです。後半の全勝基地では、一撃でやられるため、回復の出番はありません。活躍の機会が少ないので E ランクとしました。次は純育です。純育は D ランクになります。純育は全体攻撃のカードで倒した敵の数に応じてマナを獲得します。しかしながら基本攻撃力が低く思ったよりダメージが出ません。超越スキル準備耐性をつけて PVP の1ターン目に使うことは可能ですが、やはり攻撃力の低さが後半に足を引っ張る印象です。初心者の頃は活躍するので D ランクとしました。次はルクソールです。ルクソールは A ランクになります。ルクソールは非コンボ達成時にシールドを獲得するカードです。このカードはケンナと相性が良く、ケンナデッキでよく使われます。ケンナデッキは最強クラスの周回用デッキと言われています。全勝基地で強いということで A ランクとしました。次はラプンツェルです。ラプンツェルは E ランクになります。ラプンツェルはハンドの1枚目のカードを攻撃させて墓に送るカードです。しかし、彼女をリーダーにする必要があるため、使い勝手が悪いです。また、後半のコンテンツでは1ターンが貴重になります。そんな中、カードを1枚捨てるのに1ターン無駄にするのはデメリットの方が大きいです。それならトリックを使って捨てた方がいいです。ちなみに、ハンドのカードのリーダースキルは発動しませんが、パッシブスキルは発動します。もしかしたらぶっ壊れコンボがあるかもしれませんが、今のところ見つかっておらず、E ランクとしました。単体で強いパッシブスキル持ちが追加されたら輝くかもしれません。次はウイルス専門家 Z です。ウイルス専門家 Z は E ランクになります。ウイルス専門家 Z は敵の毒状態を解除し、その数に応じて体力を回復するカードです。ビアサの評価でも言いましたが、後半の全勝基地は一撃でやられるため、回復の出番はありません。そもそも敵を毒状態にして、それを解除するムーブに2ターン費やす必要があるのか疑問です。また、ウイルス専門家 Z はハンドにいると、毒状態の敵の数に応じてコンボ倍率を上げるスキルがありますが、このスキルは次に紹介する清掃大王の介護官です。活躍させるのは難しいということで E ランクとしました。最後は清掃大王です。清掃大王は A ランクになります。清掃大王は中央に配置するとコンボ倍率が 70% 増加するカードです。このスキルは魔人の遺跡などでとどめの一撃のコンボ倍率を上げるのに有用です。さらに清掃大王はハンドにいるとコンボ倍率を 30% 上げます。こちらも魔人の遺跡などで清掃大王をコピーしてハンドに3枚置く戦法が強いです。主に魔人の遺跡で活躍するため A ランクとしました。以上が非属性カードのリセマラランキングになります。同じ評価基準でこの評価違くないと思った方はコメントをお願いします。この動画とコメント欄を合わせていいランキングができたらいいなと思ってます。この動画が参考になった方は高評価とチャンネル登録をお願いします。ご視聴ありがとうございました。